皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日は1月4日寺町商店街に来てます。だいたい時間は11時半ぐらいかな。寺町商店街もう入り口からすごいですよ。1月4日なんでね、人も多いです。リプトンの隣の勝倉は行列ができてます。日本は三が日っていう文化がありまして、1月1、2、3はもうお家でゆっくりしましょうという風な文化があります。これ寺町商店街の提灯いいですね。なんで、1月3日まではお家でゆっくりしてたんですけど、4日ぐらいからね、皆さん家を出たりし始めます。そういうことなんで、結構こういうところもね、今日ぐらいから賑わってくるんちゃうかなっていうところで、昨日までは閉まってるお店もちょくちょくあったんですけど、今日からはもうフルオープンですね。うわー、もうすき焼き木村、もうすごいですよ、街が。見てください。いや、もうこのディープな感じ見てくださいよ。すごい良くないですか。めちゃくちゃ老舗ですから、これもう本当に何十年っていう歴史のあるお店ですよ。しかも思ったより高くないんですよね。5000円ぐらいで飲んで食ってできるという、すごい歴史のある、もう海外の方とかね、日本に来たらぜひ行ってほしいですね。ほんまにめちゃくちゃ美味しいところなんで。すき焼きですね。すき焼きとかは海外の方は分かるのかな。あんま多分すき焼きって海外にないと思うんですけど、甘じょっぱい醤油で、するお鍋みたいな、ポトフみたいな感じですね。甘じょっぱい醤油のポトフ。いや、絶対説明間違ってるな。でもそんな感じです。雰囲気そんな感じ。ポトフぐらいスープは入ってないんですけど、なんかポトフのスープの量の半分ぐらいのスープの量で、味が甘じょっぱい醤油に砂糖入れるんですよ。それがでも美味しいんですよね、普通に。そのね、すき焼き屋さんがさっき並んでましたと。でも本当にあそこぐらい並んでるすき焼き屋さんもあんま見ないですけど、とんかつカツ牛は、とんかつカツ牛じゃない、とんかつ屋さん、入り口のとんかつ屋さんはすごい行列だったのに、牛カツのカツ牛はそんな並んでない。なんでや。豚の方が人気なんですかね。やっぱり安いから豚の方が、分かんないですけど。これがちょっと、海外の方、分かんない方のためにね、説明すると、これが寺町商店街といいまして、京都で一番にぎわってる商店街の一つですね。隣にも、商店街がありまして、そっちも結構盛り上がってるんで、でももうなんか僕らね、僕29歳なんですけど、僕ら若者からするとね、もう一緒くたにして、ここを寺町商店街とか言ったりしません。もう四条河原町っていう地名でね、もうまとめちゃったりするんですけど、ただここに寺町商店街に集合っていう場合は、若い子はもう四条河原町集合って言います。でも現地着いてから、LINE でね、電話つなぎながら、今どこいるとか言いながらみんな集合します。でも本当に一番活気のある商店街っていうねのも間違ってなくて、やっぱりいろんなお店がありますよね。さっき台湾の小籠包専門店がありました。
僕も台湾の小籠包大好きなんですよ、ほんまに。もう台湾行ったら小籠包ばっか食べてますから、小籠包とルーエばっか食べてますから。あ、そうか、ルーエって日本の方わかんないのか。日本人の方のために、なんでザ京都っていうタイトルチャンネル名なのに日本人に説明してるんかちょっと分かんなくなりますけど、日本人に説明するとですね、ルーエっていう食べ物は、日本でいうおでんです。おでんなんですけど、なんか豚骨スープにちょっとラー油が入ったようなスープのおでんです。ちょっと想像できないと思うんですけど、それが美味しいんですよ、台湾に行ったら。僕はいつもそれを食べてます。そんな台湾の話は置いときまして、ザ京都という名前なんでね、うちのチャンネルは京都の話をしましょうか。最近ね、本当にその京都ってホテルがどんどん増えてるんですけど、オーバーツーリズム状態でして、完全にホテルの部屋数が足りてないという状況です。今までは結構こんな都心にホテルができることなかったんですけど、住宅地にボンって建てるみたいな感じだったんですけどね、もうこんな感じでホテルがもう繁華街のど真ん中にね建てられてます。しかも京都って高さ制限っていうのがあって、見て分かる通り、もう正直こんなところのこんな土地の高いところにねホテル建てるんやったら、おそらく多分経営者の方は20階30階のホテル建てたかったと思います。でも京都はね10階建てぐらいまでしか建てられないんですよね、確か高さ制限があって。高さ制限がなぜあるかというと、大文字とかの時にその景色をね遮るものがあってはいけないというので高さ制限があるんですけど、そのせいで本当に10階ぐらいまでしか建てられないと。だからこそね、こういう土地に、こういう地価の高い土地にねホテル建てるなんてナンセンスやったんですけど、もう今ほんまにホテルの部屋数が足りてなくて、もう建ててちょっと高い値段にしても全然埋まるんで、結構こういう都心にホテルが出てきてます。これがカニ道楽ですね。カニ道楽、もうカニが美味しいらしいです。僕は1回しか行ったことなくてあんま味覚えてないんですけど、美味しいらしいです。もうね、ほら見ての通り、予約の人だけとか書いてあるんですよ。すごい人気らしいんですよね。こっからが三条商店街かな。でこっちが寺町商店街の続きですね。でもなんかこっちね、あんまりなんもないんですよ。あんまりなんもなくて、結構みんなこっちの方とかね、あっちにはあんまり近づかないです。あそこは通り道として使われてる気がします。でこれ美味しいたい焼き屋さん、別に京都の老舗のたい焼き屋さんとかではないです。歴史のあるたい焼き屋さんとかではないんですけど、ただただ僕が好きなたい焼き屋さんです。美味しいんですよ。ちょっと高いんですけどね、300円とか400円とかするんですけど。でこっちが隣の新京極商店街ですね。さっきの寺町商店街から一本、東に進んだところにある新京極商店街なんですけど、こっちもブラッとしますけど、まずはこっちから行きましょう。こうやってね商店街を歩くとね、歩き慣れてない女の子とかはすごい疲れると思います。
すごい疲れたらですね、ぜひこのリプトンに行ってください。もう僕の大好きなカフェリプトン。さっきの勝倉と同じ寺町商店街入ってすぐのところにあった勝倉と同じ勝倉がこんなところにもっていうか確かこっちの方が本店なんですよね。やっぱ行列や、すごい本店やから行列や。もう入り口がめっちゃ狭い。もうリプトンこんなに入り口広いのに勝倉本店はこんなに入り口が狭いです。外国の方のために説明するとですね、ああいう家はですね、家というか、建物はうなぎの寝床と言いまして、うなぎがね寝る場所って細長い土管とかそういうところに寝るんで、うなぎの寝床って言われるんですけど、そのうなぎの寝床と言われてて、あれ入り口は細いんですけど、行った先にある建物は結構大きかったりします。なんかすごい細い道を抜けると、結構横にでかいというか、横にでかくて建物は当たり前なんですけど、横にでかい、入り口では横狭かったと思うんですけど、横幅がね、横幅がでかい建物があそこまっすぐ行くと現れると言います。そういう風な作りになぜなっているかというとですね、昔は、家の入り口で税金が決まりました。家の入り口の広さでね税金が決まりました。これもうなぎの寝床ですよね。横幅が狭いうなぎの寝床です。ここもの先にも建物があるんですけど、うなぎの寝床と言います。ほんまにその入り口の横幅で税金、その家のね不動産の税金が決まったんですよ。なんでああいうふうに節税目的でね入り口だけ狭くなってると、そういうのがうなぎの寝床の物件になります。昔の人も節税対策とか考えてたんですね。僕も毎年節税対策大変ですよ。本当ふるさと納税もしましたし、ちゃんとちょっと僕は京都に住んでるんでね、京都にふるさと納税しても何ももらえないんで、僕はちょっと別の場所にふるさと納税しましたけど、さっきからちょっと映したんですけど、こっち行くと鴨川の方に出ます。鴨川はね、もう僕は正直日本一綺麗な川だと思ってます。もう落ち着くんですよ、雰囲気が。鴨川の動画も今日撮りましょうかね。ちょっと撮ろうと思います。でここが、河原町通りと言います。河原町通り、結構先その寺町商店街、新京極商店街、三条商店街と、今3つ紹介しましたけど、そこもね結構お店多いんですけど、この四条通り沿いも結構お店が多いです。四条通り沿いじゃない、河原町通り沿い、河原町通り沿いも結構お店が多いです。ほんまに見ての通り世界に羽ばたくユニクロもあります。ユニクロはもう海外の方もご存知ですよね。ユニクロも初売りやってるんじゃないですか。福袋とかやってそうな気がします。ユニクロも確か1月3日までお休みやったと思いますね、店舗によっては。ここの店舗がどうやったか分かんないですけど、もうナイキのビルもありますよ。すごいおしゃれ、ビルにナイキのマークつけちゃって。結構この四条通り沿いもね人が多いんですよ。なんか寺町商店街と三条商店街と、河原町通りと新京極商店街の、今4つ紹介しましたけど、この違いをね
違いが気になってる方たくさんいると思います。ただあんま違いもないんですよね。なんかどこももう飲食店もあるし、ショッピングとかする場所もあるし、なんかテイクアウトのね専門店もあるしって結構ねどこも同じような感じです。全部回るの大変ですけど全部回ってみてください。河原町一のおしゃれスポットバルもあります。高島屋のおしゃれ女子に振り切ったバージョンみたいな感じですね。僕おしゃれ男子も行くんかもしれないですけど、僕はちょっとおしゃれ男子じゃないんで行ったことないですね。行ったことはあるんですけど、買い物したことは地下1階の書店でぐらいしか買い物したことないです。これは新しくできたビルですね。なんかしかもこの1階がガチャガチャ専門店なんですよね。すごい山ほどガチャガチャありますからね。なんか結構海外の方ガチャガチャ好きな方多いんで気になる方はぜひ行ってみるといいかもしれないです。もしかしてこれだ、芥川。もうこれも僕の大好きなラーメン屋さんですね。ラーメン屋さんもう見てください。ラーメン屋さんの行列です。この違う、芥川の列じゃないんかなこれ。もしかしてここか、ここの牛ひつまぶしだ確か。そうひつまぶし肉まぶしなんかね、お肉の丼のお店なんかすごい人気らしいんですよ。そこに並んでいらっしゃる方かもしれないですね。なんか向きがちょっと分かんなかったですけど、でもどちらにせよ芥川も肉まぶしのお店もどちらも満席でした。ドン・キホーテもあります。ここはジャンカラですね。カラオケ屋さんです。カラオケって日本独自の文化らしいですね。いやこれ見てください。ここのテナント実は龍馬が暗殺された場所みたいです。なんかね龍馬が暗殺された建物が、今やカラオケになっていると。これだからお墓みたいな感じなんですかね、龍馬の。京都はねあんな感じの歴史的な建物が随所にあります。ほんまに
ここはオーパですね。もう若い子が行くお店がたくさんあります。ファッションのお店ですね。たくさんあります。最近確かここの地下1階がスターバックスになったとかならなかったとか、あれ潰れたのかな。あれがあったのが潰れたのか。あ、スターバックスありますね。もともと違うところのビルやったんですけど、そこからこの地下1階に移転しました。でそんな話をしていると、これが阪急の、京都河原町駅がある四条河原町です。四条河原町というのはですね、四条通りと河原町通りがクロスするところだから四条河原町って言います。ここにあるのが高島屋ですね。阪急の京都河原町駅から出たら、まずここに到着します。ディズニーストアからエディオンもありますし、高島屋もあります。そんなこんなで、寺町商店街、三条商店街、河原町通りと歩いてきたので、この動画はこれで終わりにしたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも動画作りの励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントはぜひ母国語で書いてください。日本語じゃなくて大丈夫ですよ。ということで今日の動画はこれで終わりにします。皆さんありがとうございました。バイバーイ。次は新京極商店街の方に撮影行ってきます。バイバーイ。